はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。では、前回の続きを進めていきます。一応、ここで、それぞれでできる作業は終わったので、あとは、セット、クランクケースを、こうやってくっつけた状態で削っていくという作業になります。今回はいよいよこのクランクシャフトの通る穴の据えぐりもやることになるので、そのためのジグやなんかが結構大事ですね。そっちがメインになっちゃうかな。まあとりあえずは組み立てた状態にして両方を同時に削っていきます。これをこんな感じでセットして加工スペースは取れそうだね。こんだけありゃよし、大丈夫だね。ドリルチャックが付けられるんなら大概大丈夫です。フライカッター使えるかな。移動距離短いからまず全部きれいなのが出るまでやっていくか。はい、これでこの面終わりましたね。現在 11.5 ミリ。はい、11.5 ぴったり。次は M5 の下穴のドリルですね。あとは据えぐりの時起点になる綺麗な丸を作っておきます。よし、じゃあ一回外して反転して反対側をやってきます。でやったけどはい、これで、平面終わりました。では中心を出して蓋のネジ穴作ってきますね。はい、ネジ穴 OK ですね。首の部分、ヘッド上側に延長しといてよかったですね。これ延長してなきゃ入らなかったかもしれないね、やっぱ。こちらの面は起点にしないのでボーリングしなくてもいいのですが、一応やっておきます。よし、これで OK。
じゃあこれはもう外しちゃいますね。クランクケースの両面切削終わったので、こっちとこっちね。いよいよ末ぐりのためのジグ作りを進めていきます。そして作るジグはこんな感じですね。末ぐりカッターと、クランクケースを固定する土台ですね。今回末ぐりカッターには、前回のエンジンの時も末ぐりやったんですけど、距離が長いとビビりが出るので、ビビり対策としてフレ止めくっつけてます。そのためちょっと形状が複雑にはなってますね。まあうまくいってくれればと思います。今ちょうどイケールセットしてあるので、イケールにセットしてここを整えることとネジ増作することやっちゃいますね。はい、2箇所穴開きました。そしたらこれ外して今度逆にセットして同じように2箇所開けてきます。まあ同じ作業なのでそこの手順は飛ばします。はい、これで両端こっち面もこっち面もきれいにしてネジ作っておきました。2枚同じ部品を作るので今回は2枚同時にできるとこまでやってきます。まずは最初に基準の四角を作っていきます。これで所定の寸法になりましたね。はい、2枚分いい感じになりましたね。じゃあ穴開けやなんか進めていきます。はい、では穴開け進めていきます。中央部分の下穴の拡大終わったので、あとは長穴を作っていきます。長穴加工全部やりました。ここだけ長くなっちゃいましたが、まあいいですね。あとはここを広げていくだけですね。中央の穴を開けたらそのまま長穴加工を進めていきます。
よし、これで、はい、これでこの部品終わりですね。あとはグラインダーでこの溶接部を引き剥がせば2枚できます。これで2枚に分かれたと。はい、次に作る部品ですが、こいつですね。末ぐり用の押さえベースと名付けた部品ですが、ドーナツ型の部品に穴を開けていくという感じですね。まずはその原型となるドーナツ状の部品作っていきます。外形加工が終わったらドリルで下穴開けていきます。ドリル加工が終わったら中ぐりを所定寸法までどんどん進めていきます。突っ切りはちょっと怖いからノコ板ですね、ここは。はい、ドーナツこれで2個切り出せましたね。あとはちょっと面整えてフライスに移行します。よし。よいしょ。はい、ではこいつに穴開けをしていきます。出してと。何はなくともまずは原点出しです。この向きの穴は終わりました。あとこの向きですね。穴開ければ完璧と。一つのリングにつき3箇所同じように穴開けとタップ立てを進めていきます。はい、これでこのパーツも2個できました。よし、問題なしと。はい、順番が多少前後しましたが、ベースプレートの穴開けとネジやってきます。今のちょっとくっつけちゃった。よし。じゃあ穴開けいきます。55.05 の 14.89。
穴開けできました。あとは M6 のタップ立てていくだけです。よし。はい、穴だらけのベースプレートできました。これであと作る部品は、このネジですね。作るネジですが、六角棒用意したんですけど、六角棒だと回すときにこの角が当たりそうなので、丸棒にマイナスの溝を作って回せるようにすればいいかなと思います。外形が整ったらダイスを使ってネジ切ってきますね。最後に根元を少し残してノコギリで切り飛ばせば終わりです。はい、1本目できたと。はい、1本目できました。同じ部品をあと5個作るので、同じ工程を5回繰り返していきます。はい、ネジ、真鍮のネジ必要本数できました。あとは頭にマイナスのマークつけてネジを締められるようにすれば OK ですね。この辺はグラインダーでやっちゃいます。はい、これで、全部にマイナスマークくっつけました。よし、これで OK。あと作るのはこちらのシャフトを使って刃物を作っていきます。四つ詰めチャックにセンターを出して固定したらセンタードリルで穴開けていきます。それが終わったら単面をきれいに整えますね。そしたら最後に面取りをやってこの片方は終わりとなります。片方できたので反対も同じように作業していきます。はい、これで両端の加工は終わったので、あとは刃のつく部分ですね、ブレードの部分の加工をやっていきます。はい、まずはドリル、センタードリルですね。ブレードのつく部分ができたら今度は90度回して留めネジの部分を作っていきます。ここは穴掘ってネジ作るだけなので簡単に進めます。最後に刃の部分を作って終わりになります。これはグラインダーでいい感じに研げば大丈夫ですね。こ
れで大体荒研ぎは終わりました。あと仕上げはちょこちょこっとやれば問題ないと思います。ブレードは使ってみていまいちならさらに取り直しっていう感じですね。よし。はい、いよいよ部品が全部揃いましたね。ベースプレートに、ベースに取り付ける、こうやって取り付けるパーツと、で、このパーツにさらに取り付けるこいつと、で、これにつく押さえですね。フレ止め的なものです。構造としてはフレ止めと同じものですが、こういうものがありますね。これがここにくっついて、このフレを抑制するというものですね。これである程度フレを抑え込めると思うんですけど、これはやってみないとわかんないですね。では、いよいよクランクケースの加工をやっていきます。まずはベースプレートにクランクケースの下側を固定ですね。はい、これで一旦 OK で旋盤に移ります。ほいっと取れた。ゼロ。OK。もうこれ以上どうしようもない。イケールのセットが終わったらクランクケースをセットして原点出し、穴の中心出しを進めていきます。13.4 ちょっと超えるくらいで、13点ちょっと超えるくらいと。はい、12.5 ぐらい、14くらい、14から14、これでぴったりですね。ここの平行度が出て、ここの円の起点にあったと、今の状態で。はい、そしたら刃物をつけてきますね。こんな感じに刃物をつけたらフレ止めとケレを通していきます。このフレ止めも今のうち入れてきますね。で、芯押しをセット。よし、これで一応こういう形でセットします。イケールで本体を固定して、本体に接続するフレ止めですね。フレ止め、後ろ側と前側にももう1個。前側というか左側にも左右に1個ずつつけてます。で、このシャフトが刃物なので、刃物が回転することによって、所定の位置に穴が開くという、穴というか、深淵を作るという手法ですね。前の4気筒のカムシャフトのホールやった時には、もうちょっと細い径で、このぐらいの長さだったんですよね。そうするとやっぱ、かなりフレが出ちゃう、フレというか振動が出ちゃってもうどうしようもなかったんですよね。かなり難儀しました。速度どれだけ下げても振動は抑えきれなかったんで、その振動対策でこのフレ止め作りました。これがあることによって、前回はこことここが支点だったものが、今回支点位置がこことここに変更短くなったので、その分、刃物の強度は上がるはずです。支点位置は短くしたいけど、動作距離は変えたくないということで、こういう形になったんですけど、これでうまくいくかはわからないですけど、一応こんな形です。ではまずこっちに行きますね。送り量
量はかなり遅くしてるので、とりあえず初回なので刃物が当たらないようにセットして、あとは変なところに干渉しないかどうかチェックしていきます。ちょっと問題ないのでこのまんま、本番行きます。時間もないので。わずかに当たってますね。当たってるけど振動も出ない。まさに望んだ完璧な状態です。刃物の出幅を変更しながら何往復かさせました。そしたら一回計測しますね。切削自体はうまくいってるのですが、ここに来て非常に嫌な感じがします。削れ方が均等にいってないというか、削り残してる部分がまだありますね。今の時点で削り残しがあるということは、この後修正も効かないので、このまま進むしかないですが、うまくいけばいいですけど、ちょっとやばそうです。まあ正直今更どうしようもないので、このままとりあえず進んでしまいます。うまくいけばラッキーですね。うわぁ、暗臭落ちてないな。これダメかも。よいしょ。アラケロスリンの分量がミスりましたね。今一応ジャストサイズではあるんですが、荒取りしたとこが綺麗になってないですね。これはまずった。わずかに削れてるからベアリング自体を支えることはできるけど、これはまずいよな。目標28で27で荒取りしたんですけど、ちょっと欲を書きすぎたかな。26で取っとけばよかったな。そうすれば削りしろ結構残ったから、時間はかかったけどこういうミスはなかったですね。クランクケースはどうすっかな。やり直しかなこりゃ。どちらにせよもう寸法予定寸法になっちゃったから、これ以上削るわけにもいかないし。仮に修正プランでいくとすると、どうするかっていうと、溶接で盛るしかないんだよねこれ。溶接で火入れると歪みも出るし、おとなしく作り直した方が無難かな。はい、もうこれで失敗は確定なんですけど、まあとりあえず開けてみますね。ダメですね、やっぱここら辺に、荒取りの跡が残ってるんで削りきれてないってことなんですね。これベアリングの座り自体は悪くはないんですけど、位置が違ったのか座標が違ったのか何なのか、なかなか難しいですね。なのでこいつは鋳造からやり直しですね。残念ですけど、まあそういうこともあります。
はい、結局フィンの壊れたこれでやり直すことも考えたんですが、これ直すよりなるべくきちんとしたものを作りたかったので、もう一回鋳造やることにしました。とりあえず鋳造終わって切削失敗したとこまでは全部早送りでいきます。一応他にも失敗して数が減った部品やなんか、ヘッドカバーは不完全なものだったので完全なものを2セットは作ろうと。基本的に鋳造パーツは全て2セットずつ最低ストック用意したいと思うので、そうやって進めていこうと思います。ここから先はタイムラプスでバンバン進んでいきます。はい、ここからはただタイムラプスを流すのも味気がないので、このシリーズ過去に来たコメント欄の中の質問でまだ返信などをしてないものを中心に抽出して答えていこうと思います。それではまず1個目の質問から。フュージョンは独学ですかという質問いただきました。お答えします。フュージョンは独学で覚えました。一応教本のようなものはやりましたが、その後はひたすら作りたいものをどんどん書いてった。それでだんだんできるようになってきましたね。続いての質問は、素晴らしいプロジェクトです。エンジンの回転数はどれくらいだと思いますか？ 21,000rpm のレッドラインですか？といただきました。これについてですが、そうですね。21,000回転も回ってくれたらもう嬉しくてしょんないでしょうね。とりあえずの目標としては、前回超えられなかった1万回転ですね。そこを超えるように、なんとか進めていきたいと思っています。はい、全部の原型終わりました。じゃあ、湯道つけていきます。こちらは海外からのコメントですね。なので、Google で翻訳したものを読ませていただきます。ポリスチレンとホットグルーの溶け方や蒸発の仕方で問題が発生することはありますか？あと、CA 接着剤の方がいいかもという質問をいただきました。これについては特にポリスチレンとホットグルーの溶け方で問題が出たことはないですね、今までは。ホットグルーの接着剤に関しては、ロックタイト社のローメルトスティックを使用しています。あと CA 接着剤の方がいいかもということですが、CA 接着剤、一般的な瞬間接着剤のことを指すんでしょうけど、使ったことがないのでこれはちょっとわかりません。はい、全部湯道ついたので、これから漆喰塗ってきます。はい、今回は、少量取って、洗濯のりと中性洗剤ちょっと入れて刷毛塗りします。次のコメントですが、ビデオありがとう。粘土ではなく石膏を選んだ理由を教えてください。となっています。こちらの方、おそらく海外の方で Google 翻訳かなんかで翻訳してくれたんだと思います。こういう心遣いはありがたいです。ただ Google 翻訳結構アバウトなので、自分なりに解釈しますと、生砂ではなく漆喰を選んだ理由を教えてくださいということなんでしょうけど、これに関しては生砂型では自分の作りたいものが作れないので、フルモールドの漆喰を選択しているっていうことですね。あと一応補足しておきますと、石膏ではなく漆喰を選択しているのは、それぞれの硬化プロセスの違いで漆喰の方がゆっくりと乾いていくので、漆喰を選択しています。石膏は固まるの早いですからね。はい、やっと鋳造までこぎつけました。長かったですね。まだまだ先は長いですけど。なんとか切削開始のところまで戻ってきました。今回の鋳造、ちょっとフィンが欠けたりしてますが、基本的には問題ないです。
またタイムラプスで一気に進めようと思います。旋盤やフライス板のアルミの切り子は再利用していますかとありますが、これについては鋳造では再利用してません。ですが、切り子は可能な限り鉄、アルミなどにきちんと分けて、年に1回ぐらい金属くず屋さんに売りに行ってます。では、今回の質問コーナーはこの辺で終わりにします。作業はタイムラプスで相変わらず続いてますね。切削作業については2回目なので、手順が最適化され、より早くなっています。とは言っても仕事の合間にやってるので、数日かかってますけどね。あと今回鋳造時に最初から掴むクランピング用の耳を作っといたのが結構効いてますね。これのおかげで掴むのが非常に楽になりました。これも作業の高速化に貢献していると思います。この最後の切削が終われば、やっと前回失敗したところまでは戻ってきます。やっと前回問題があった場所まで戻ってこれました。ここまで長くて動画も長くなってしまって申し訳ないです。もうこれ以上失敗して時間使いたくないので、納得できるまで、徹底的に減点でやっていきます。とりあえず今 0.02 で端っこに来た時に 0.02、端子が向こう向いてる時に今0セットしました。だいたい0ですね。端子が下向いてる時に、0よりちょっと下で、端子が上を向いた時に0よりちょい下なので、こんなもんちゃこんなもんですね。準備できたので、素振り切削やってきます。このパートはかなり長いんですよね、結局。送りがかなりゆっくりなため、片道進むのに約10分かかります。加工が始まってしまうとやることはだいぶ少ないですね。ブレードの調整をして、あとは時々油を刺して何回かに1回計測をしてという感じです。それを予定寸法になるまでずっと続けるっていう感じです。この末繰りに関してはかなり目視しづらい部分を削っているので、なかなかゲージ頼りという形になってしまいますね。結構それが難しいです。頼りになるのはゲージの寸法と、あとは音を聞いてどのぐらい削れてるか意識するという感じですかね。ボアゲージで測ると、あと 0.2324 くらいかな。だいぶ予定寸法に近づいてきたので、ここからは慎重に進めていきます。やっと作業も終わりに近づいてきました。鋳造からやり直したので結構時間がかかってしまいましたが、とりあえずうまくいってくれればそれでいいです。あと 0.01。 よし、これでいこう。で、こっちはマイナス 0.01。OK。はい、これなら OK かな。この後微調整してちょうど良くなればいいや。では外して、中の様子見てみましょうか。今回都合2回クランクケース作ってますけど、いやーなかなかしんどい。多分動画が恐ろしく長くなってると思いますけど、なんとかお付き合いください。
いい感じですね。切削面も以前にやった時よりだいぶ綺麗です。ただまあ多少ビビったりかじったりってあるんですよね。この辺はもうしょんないですね。まあこれが成功したバージョンですね。でこっちが失敗したバージョンになります。この辺ですね。荒取りの跡が消せなかったっていうのがあります。こういうところが。失敗した方は多分最終工程もしくはその一歩手前ぐらいで失敗してるので、まあその辺りで失敗するとやっぱ精神的にきついですね。まあなんとか、クランクケースここまでですね。完成ではないんですよ。まだ仕上げなんかが残ってるので完成ではないんですけど、この後は他のクランクケースに関係する部品が出来上がってこないとちょっと進められないので、一旦はここまででクランクケース完成とします。次回の予定ですが、この続きで言うと純正のクランクケース側の加工ですねを進められればと思いますけど、ちょっと今ちょっと予定が立たないですね。この失敗で結構全体の進行にかなり遅れが出てしまったので、もしかしたら次のアップロードが遅くなっちゃうかもしれないですけど、どうか気長にお待ちくださればありがたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。